皆さんはチェーン交換してますか？ケチってチェーン交換しないと逆にどんどん損してしまいますよ。今回の動画ではチェーン交換をするべき理由と、どうせチェーンを変えるんだったらこれがあるといいよっていうおすすめアイテムを紹介したいと思います。ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。そういえば最近チェーンって全然洗ってもないし、ロードバイク買ってから距離も結構乗ったんだけど、そういえばまだ交換したことないなーって人、それって例えるなら車のエンジンオイルを交換しないまま乗り続けてるのと同じぐらいやばいです。そういう方はこの動画を止めてでも今すぐ Amazon で新品のチェーンポチってください。ただどうせポチるんだったらこういうチェーンがいいよとかあると便利なアイテムについても紹介したいと思いますので、よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。今回の動画の内容はこのようになっております。まずその1、チェーン交換をしないと損する理由。その2、チェーン交換をするときにおすすめのチェーン。その3、チェーン交換するときにあると便利なパーツ。以上となっております。ではまずその1、なんでチェーンをわざわざ変えないといけないのか。チェーンを変えないと損する理由について紹介したいと思います。結論から言うと、チェーンだけでなく他のパーツの寿命まで短くなってしまって、結果として余計にお金がかかっちゃうからです。全然変えてないチェーンをずっと使ってると、チェーンリングとかスプロケットとかプーリーとかチェーンと噛み合ってる他のパーツまでダメージが入りやすくなっちゃうんですね。するとチェーン以外のパーツの交換頻度は速くなるんです。ちゃんとメンテナンスをしておけばもっと長く使えたのに、交換をケチったばっかりにチェーンよりも2倍ぐらい高いフロントのギアがボロボロになってしまったり、チェーンと同じぐらい金額のするスプロケットが削れてしまったり、チェーンよりももっと高いパーツの交換をしないといけなくなっちゃうってことなんですね。もちろんチェーン交換しておけば他のパーツは交換しなくて良くなるよっていう話ではないんですけど、ちゃんとメンテナンスしておけばもっと長く使えて余計な出費は抑えれるようになるっていう話です。さらにチェーン交換を怠ると金銭面だけじゃなくて変速性能が落ちてチェーン落ちしやすくなったり、なんかジャラジャラチェーンの音がうるさくなって気になったり、チェーン交換しないのってね、本当にいいことないんですよね。でもチェーン交換をサボると結構やばいんだよってことを知っておけば、メンテナンスしよっかなとか思ったり、そろそろ交換時期かなって意識することができますよね。ここまで聞いてチェーンは交換しないといけないのは分かったんだけど、じゃあチェーン交換ってどのくらいの頻度ですればいいのって気になると思います。一応チェーン交換の目安としては3200キロを目安に交換と言われています。これはシマノの公式ホームページにも書いてあるんですけど、ただあくまでね、この値は目安で、大事なのは伸びた量が大事です。洗車を全然してない人は3200キロよりももっと早く変えた方がいいですし、ちゃんとメンテナンスしてる人だったらもうちょっと長く使えると思います。チェーンの伸びについてはチェーンチェッカーというもので測ることができます。 Amazon でもだいたい1000円ぐらいで売ってるんですけど、これを使えばチェーンが伸びたかどうか簡単に測ることができます。そんなに高いもんじゃないんで、これは1個あればずっと使えるので持っておいて損はないかなと思います。このチェーンチェッカーをチェーンに当ててみて、正常であればチェッカーがピンの間に入り込まないんですけど、伸びてるとチェッカーがピンとピンの間に入ってしまうんですね。こうなったらチェーンはもう交換した方がいいよっていうことになります。はい、以上がチェーン交換しないと損する理由でした。では続いてチェーン交換をするときにおすすめのチェーンについて紹介したいと思います。おすすめのチェーンについて最初に結論を言います。それはデュラエースのチェーンです。来ました、皆さん憧れの超高級コンポデュラエースのチェーンです。じゃあね、デュラエースが何がいいか他のグレードと比較しながら説明していきたいと思います。ではまず基準として105グレードを見ていきましょう。105グレードはインナーリンクという部品にのみシルテック加工という表面をツルツルにする処理がされています。これがアルテグラグレードになるとアウターリンクにもこのシルテック加工が施されます。アウターリンクとかインナーリンクって何って思われた方もいるかと思います。チェーンってね、アウターリンクとインナーリンク、そしてローラーとピン、この4点構成となってるんですね。インナーリンクっていうのはこの部品です。アウターリンクはこの部品ですね。アウターリンクとインナーリンクってこの動きをするときにコスコスされますよね。この動きが抵抗になるんですよ。いやいやこんなんちょっとやんと思われるかもしれません。でもチェーンってね、これが何百コマと続いてるんですね。確かに1個だけで見るとそんなに大した抵抗ではないんですけど、チェーンってね、見てみると何百コマって続いてるじゃないですか。こんだけあると合計だと結構な引きずり抵抗になるんですよ。ここをシルテック加工にすることで、ツルツルにすることで滑りが良くなって全体的に抵抗が減るんですね。そしてデュラエースまでいくと、この表面をツルツルにするシルテック加工がローラーにまで施されます。ローラーっていう部品は唯一ギアと噛み合う部品なので、この部品をツルツルにするのは回転抵抗をより滑らかにするためにめっちゃ大事な部品になります。
それにね、デュラエースだけ唯一ピンが中空になってるんですね。105とアルテグラは忠実で中身が詰まってるんですよ。なのでデュラエースだけ重量が 10g ぐらいアルテグラと105よりも軽くなっています。重量はねぶっちゃけ少ししか変わらないんですけど、やっぱりこのシルテック加工が全部に入ってるっていうのは変速性能も良くなりますし、ノイズも少し小さくなるので、デュラエースのチェーンって楽に走る上ですごくいいアップグレードだと思うんですよね。ただいいのは分かったんだけど、デュラエースって高いんじゃねって思いますよね。ロードバイクの車体を買った時は高すぎて全く候補にすら上がってこなかったデュラエースでもチェーンなら割と安く買うことができちゃいます。今だと Amazon で105がだいたい2900円ぐらい、そしてアルテグラは4200円ぐらい、デュラエースは4800円ぐらい。もちろんね、105とかこうして比較してみると意外とデュラエース高くなくないですか？もちろんね、105とかアルテグラよりは高いんですけど、5000円以内でデュラエースを手に入れることができちゃうんですよ。これだったら頑張ればなんとかいけそうじゃないですかね。いや、むしろアルテグラとデュラの価格差がたった600円ぐらいなんて、今ね105使ってる人でアルテグラにワンランク上げようかなと思ってる人だったら、どうせだったらデュラまで上げちゃってもいいかもしれませんね。ぜひ一度試してみてください。参考に概要欄に Amazon のリンクを載せておきます。ちなみにこのチャンネルではこんな感じでロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介やロードバイクのパーツを安く買う方法を紹介しています。そしてチャンネル登録いただくと僕のチャンネルのコミュニティ欄でセール情報の通知を受け取れたりするので、よかったらチャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、では続いてチェーン交換をするときにあると便利なパーツを紹介します。便利なパーツは2点あります。まず1点目はチェーンカッターですね。これがあれば自分でチェーン交換できちゃうんですよ。いつもみたいにショップにお願いするのもいいと思うんですけど、チェーン交換なんて工具とやり方さえ知っていれば結構ね、誰でも自分で簡単にできちゃいます。ショップにわざわざ時間作って工賃払ってやってもらわなくても、チェーン交換ぐらいね、チェーンカッターがあれば自分でできちゃうんで、多少メンテナンス自分でできるようになっといて損はないと思うんですよね。それにチェーンカッターなんて1000円くらいで買えちゃいますし、工具なんてそんな消耗するものじゃないんで、正直個人的には簡単な整備ぐらいは自分でできるようになっておいた方が絶対コスパいいと思うんですよね。ちなみに僕はチェーンカッターは単品じゃなくて工具セットを買って、そこに入ってたチェーンカッターを使ってます。これは Amazon で買った工具セットで23点入ってて9000円ぐらいだったと思います。これがあればね、BB 外したりスプロケット外したりハンドルの調整とかリムブレーキの調整、基本的なメンテナンスは結構ね、これがあれば大体できるようになります。もちろんね、これがあれば全部の整備完璧にできるようになりますってわけじゃないんですけど、8割方整備したいことはカバーできるようになるんで、まずはここから始めてもいいんじゃないかなと思います。はい、続いておすすめのパーツ2点目は KFC のミッシングリンクですね。これです。これがあるとチェーン洗浄がめっちゃ楽になるんですよ。先ほど紹介したチェーンカッターはチェーンを外したりピンをまた入れるっていうこともできるんですけど、ちょっとね、洗車のたびに毎回これをやるのは結構面倒だったりするんですよね。でもミッシングリンクさえあれば簡単にはめることができるんですよ。一応工具は必要なんですけど、こんな感じでパチッとはめることができますし、外す時もこんな感じで簡単に外すことができます。これがあればね、洗車する時に一番汚いチェーンだけを外して洗うことができるようになるんですよね。ロードバイクの洗車するときに最初にチェーンを洗い始めると思うんですけど、そのチェーンの汚れが結構フレームについちゃったりするの嫌じゃないですか。でもチェーンを外して洗うことができればチェーン汚れがフレームにつくみたいなことも防げるので、洗車も絶対しやすいと思うんですよね。これあるとね、めちゃめちゃ便利ですよ。例えば洗車はしたいんだけど正直あんまり洗車するスペースがない人、例えばマンションの中にロードバイクを保管してて洗車する場所なんてそもそもないし、お風呂場とかベランダとか、そういうとこになってくるんですけど、そこにすら持っていくのも結構手間だったりするじゃないですか。でもミッシングリンクがあればチェーンだけ外して周りを汚さずにドロドロのチェーンだけ洗うことができるんですよ。でフレームは別で磨き上げたらいいと思うんで、周りを汚さない上でも非常に使える部品だと思います。でこのミッシングリンクですけども、金額も安くて2個で1000円とかで買えます。で1回使ったら終わりじゃなくて、3回とか5回とか、再利用することもできるそうなので、そう考えると結構経済的だと思いますね。ただ出先でミッシングリンクが急に外れちゃったみたいなトラブルに備えてミッシングリンクの予備は持っておいた方がいいかもしれません。ちなみに僕はデザインの携帯工具にマグネットで固定して保管しています。ただね、今まで一度もミッシングリンクが外れてしまったことは一回もないので、ずーっとこのまんまですね。はい、以上が便利アイテムの紹介でした。本日の動画はいかがでしたでしょうか。今日の動画が少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。